チェケラトドジョンです。今回ね、ナビベーストライブゲーミングということでね、昨日のね、動画の続きになっているんですが、FCL という大会の決勝戦になってます。アッパーブラケットの方ね、勝ち抜いたナビの方が1回まで負けれるというようなね、大会状況でしたので、昨日はね、負けてしまったんですが、今日の試合で勝った方が優勝という形になります。BO2 って聞いて、ね、スコア引き継ぐのかなとかいろいろ考えてたんですけど、完全仕切りでブラケットリセットっていうスタイルのやつですね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。はい。というわけでね、早速やっていきましょう。先行トライブの方からネブラックスライドラッシュ。もともとね、ライドラを使ってた人なので、環境的にはそんなに困ってなさそうな人ですかね。よく見るタイプの配置で、このイーグル区画にキングウォーデンがいて、このシングル IT みたいなやつ、ちょくちょくなんか、全く一緒かわかんないですけど、こんなような配置よくありますよね。さあ、まずはベビドラクイーンを両サイド展開してライドラ展開。仕切り直しされてるので、シンプルに早いタイムでの全開が欲しいよっていうところで、ライドラ一番って結構こういう人がね、ライドラのプロがいると結構、クラン的には心強いっすよね。さあ、クイーンの方にもね、結構対地クロスの火力が入ってるので、クローク吐かせられるといいんだけど、クローク吐かしていったらヒーラーが出てきた。さあ、タウンホールの方はしっかり突撃艦で落としつつ、ポイズンターがね、いい感じに座れちゃいましたね。さあ、上が行ったライドラの方を延命するために対空砲とかね、外の対空砲とかにもここはフリーズ打ってったんですけど、クラン城まで降りきれず、あの辺の区画がね、もうワンプッシュ、ライドライ、ワンチェイン、レイジに乗ったまま打ててたら結構飛んだんじゃないかなってところだったんですけど、残ったのはちょっと美味しいですかね。さあ、頑張れモノリス。真ん中モノリス残ってくれたの結構いいっすよ。真ん中のあっち側のライドラね、呪文で延命しようと思ったんですけど、できてないんですよね。ここ残ったの美味しいな。さあ、ロイヤルチャンピオンモノリスに直差しをさせていきます。で、スケルトンの呪文を対地クロスと、長弾大砲とかその辺にね、ポンポンポンと置いていきつつ、ロイヤルチャンピオンの方はリクスケに反応してるんだけど、ここはヘイスト薬によって早い。さあ、リクスケがもう2本出てきたんだけど、ヘイスト薬が早い。リクスケに対して早すぎる。これマルチ IT 残ってほしいんだけど、残んない。巨爆もヒットしてようやくって感じなんですが。いやー、これヘイスト薬の強いとこ出ましたね。リクスケ3本ぐらい出たんだけど、一瞬で処理されつつ、いやー、持ってかれたなー。いやー、持ってかれたなー、これ。もうちょいで守れそうな何かがあったんですけど、ロイちゃんもうちょい潰れてくれればな。さあ、ナビの方は、ガクがファーストアタック、ルートライダーですね。1本目のアタックはライドラッシュとはいえ1分57秒。なんか感覚まひってるんですけど遅いっすね。ああいう風にぐるぐる回ってしまった結果だったので、バグだね。ライドラで1分57秒遅くねってなってるんだよね。さあ、両サイド、バルキリーとルートライダーを発進させつつ、スケルトンの呪文を使ってターゲット取ってます。で、3時、4時の方向からは、ロイヤルチャンピオンを指しつつ、反対サイドはとりあえずストライカー処理でクイーンの方を処理していきました。さあ、ここはスーパードラゴン出てきましたね、援軍。スーパードラゴンね、前回のね、対戦でも結構話はしたんですけど、防衛援軍の駆け引きが結構面白くて、今、この、ルートライダーの編成って、クイーンも外周に流すことが結構流行ってて、今回クイーンは中側に入れてったんですけど、流すことにした結果、真ん中に入ったユニットだけじゃスーパードラゴンが処理できないとか、ラバル編成も突撃艦ポイってやって援軍無視する形が多いんですけど、それもやっぱラバルからすると援軍のスーパードラゴンを処理するのが難しいっていうところで、意外とスーパードラゴンが刺さるかもしれないっていうことでね、使用されてるんですよね。さあ、ここはロイヤルチャンピオンの方は両方新しい能力ですね。ホグが走りつつ、ヘイストもかかってたんですけど、ここで切れて、ホグライダーが先行してくれるような形になりました。フリーズがめちゃめちゃ余ってるので、ここは3本ポンポンポンともう1本あるね。残していってナイス全開。これはしっかりプランもぶっ刺さってたし、キングがね、真ん中貫通してタウンホール触りに行った時に呪文なしでタウンホールまで取れちゃいましたね。さあ、こっちの方が全然早いですね。1分39秒。さあ、対戦相手イクシスト。初戦でもね、ルートライダー編成やってましたね。タウンホール側からのスタートになりますが、
こういうのって大体さ、サイドからやるやん、スタート。ルートライダーね、外側から出して真ん中やってくもんなんだけど、もう時間早く行きたすぎて、もう真ん中からスタートしてるからね、もう俺。で、ここに関しては、まあ、さっきも言った通り、クイーンの方をね、外周歩かせるようなやり方してますね。で、10日弊社を12時が代わりにね、流し込んでいくっていうような形です。いいフリーズですね。ペッカ2体が相手のクイーンのところターゲット取ったところ、クイーンの方はウォールブレーカー使って4時。いや、うまいな、さすがに。で、タウンホールのところはね、ヒーリングトームで突破しつつ、もう1枚自前のヒールここで使っていくことで、まあ、二重にケアをしていくと、クイーンの方も穴開けしたことでかなり伸び伸びしてますね。まあ、結構、なんだろう、クイーンを外周に出すことのメリットとして当然外の施設を削りながら進めるっていうところもあるんですけど、今回みたいに今防衛ラバーハウンド出てるんですけど、こういう援軍を無視できるっていうのもね、強みなんですよね。まあ、タウンホール14とかだったかな、13とかだったかな、オサムスペシャルとか、まあ、12の頃もね、クイヒーの頃、クイヒーじゃないや、スーパーボーラーとかの時にクイヒーを、クイヒーだってるかもしれない。クイヒー、ヒーラーつけたりつけなかったりするんだけど、外流したりとか。クイーンを真ん中入れないね、ラッシュ系も昔ちょいちょいやったんでね。さあ、ピーカス。71天才の、ドラゴンライダー編成ですね。さあ、アーチャーを置いて、10日兵士からスタートすんの ?10 日兵士なんだ、この編成。で、天才を打っていきます。まあ、この辺ってさ、昔だったら天才からスタートしてやっていく人が多かったんですけど、まあ、天才からスタートするのは時間を考えた時にね、効率が悪いんですよね。なので、ユニットからスタートして、ついでに天才をするぐらいでちょうどいいということで、ナイスですね。さあ、キングの方はテスラモリに捕まってしまったので、ちょっと早いね、フィストのタイミングになってしまったんですが、しっかり仕事はできている内側入っていって、10日弊社部隊もくじを大きく切って、サイドカットのための10日弊社だったんですね。まあ、イーグル周りの防衛施設っていうところを軽く削ってくれて、ここもスーパードラゴン出てますね。まあ、キングだけでは処理ができないんですけど、ロイヤルチャンピオンがここスーパードラゴン合流してくれたので、多少処理ができそう。触ってくれたね。とはいえ結構ダメージ入りましたね、スーパードラゴンのせいで。で、タウンホールの方は流したクイヒーがここクローク1000、もうすでに同時並行でドラゴンライダー二次トーム。いや、すべてを同時展開素早くこなしていく。これめちゃくちゃうまいね。超うめえな、このプラン。つえー。このプラン10日弊社で組むのすごいな。しっかりね、まあ、区画攻めみたいな感じで、9時は10日弊社、8時にキング、6時からタウンホールへクイーンを流しつつ、まあ、ロイヤルチャンピオン9時からまとめてやってる間に2時からドラゴンライダーをトームで一気に飛ばしていって、余ったところバルーンを触れば終わりでしょっていうプランニング。いやー、これもすごいな。1分32秒。こういう編成で素早い結果で、しかも1分半で全開が取れるってもう相当クリエイティブかつ、もうね、これで全開取れるのめちゃくちゃうまいわ。このタイムで全開取れるのすごいね。さあ、いよいよ天才ですね。エアスイを折りつつ、ポイズンタワーとモノリスを追っていきました。さあ、アイゴレ縦にキングタウンホールに向かわせつつ、援軍の方がね、キングの方向かって、いいトルネードかもしれない、それは。いいトルネードで、金庫の方にターゲット変えてくれる。変わった。クイーンいいね。クイーンルートいいな、これ。早めのクロークでクイーンからのヒーラー突き出しつつ、これタウンホール、アイゴレ惜しい。アイゴレ先入れば止まったかな。アイゴレの立ち位置全然合流できなかったっすね。さあ、ラバルパートは6時の方からスタート。ラバストライカー、トームかけて進めてヘイストで走らせていく。ストライカーのルートが下手くそだね、あいつら。ルート取り下手すぎ。すんごいぐるぐる回ってった。さあ、これでストライカーの方は処理が、死んでしまいましたので、ロイちゃん残りました。タウンホール残ればね、もうちょい頑張れた気もするんだけど。さあ、ドリルが割れて、ロイヤルチャンピオンも、ここは奥行くんですけど、割れたら割れたでイエティがね、陸のターゲット拾ってくれるからね。ロイヤルチャンピオン強いね。ダブル対1クロスいたんですけど、1本はバルーンにおられて、もう1本の方はイエティとかターゲット取ってて、まあ、ここもまたターゲットを変えてと。
まあトライバー相手だと簡単に防衛は取れないっすね。とはいえ今の段階だと、時間勝負は3秒差。かなり接戦ですね。これは若干時間かかった。これは時間かかったって呼ぶのも謎なんだけど。時間かかりましたね。1分50ぐらい ?1 分54秒。さあ、カズマくんもルートライダー編成。この配置なんかさっきもなかった ?1 戦目かな ?1 戦目とかにも使われてたような気がするんだけど。超ハイレベル。1分台の人しかいません、今のところ。1分台で全開取らなきゃいけない。もう1分以上全開はね、時間を残して取んなきゃいけない時代なんですよ、皆さん。最悪ですね。さあ、ここは発進していきます。ルートライダー編成。カズマくんとかですね、やっているね、このルートライダー編成。タウンホールのね、裏側が、これ防衛施設が軽いので、タウンホール反対からウッドランチャー型で突っ込むメリットがありますっていうところと、ウッドランチャーがね、シンプルに新レベルも来てるんですけど、結構稼働の時間も長くなるし、このインビジブルターンに対してね、ウッドランチャータウンホール反対側から突き進むの結構強いんですよね。事前にね、ウッドランチャーがインビジブルターを解除してくれるということで、で、ロイヤルチャンピオンの方を10時から差し込んで、なんだっけ、ルートライダーと交流をしています。3時側の4時の方のね、ところもルートライダーが発進してというところ、ちょっとタウンホール真ん中残ってしまうような形になってるんですけど、一旦フリーズお茶濁しつつ、もう一回フリーズ。ここもうちょい待ってもよかったかもしれないですね。どっちにしろか。さあ、ロイヤルチャンピオンは能力残ってます。ブーメラン解放をしていって、タウンホールの方にも戻ってくる形。フォックスも入って、ここはクイーンも入って、いいよ、これも早いタイム。さあ、時間の方は1分21かな？素晴らしい。もうマジで、時間勝負のカオスな試合してんな。強い肉卵がね、こうして対峙すると、仕方がないことなのかもしれないんですけど、さあ、クロノス。回廊人に対しても、ここは、いいぞ。クイーン9時に流して、スーパードラゴン出てきたのは朗報じゃないこれ。10日弊社型ですね。オーデンだいぶ引っ張られてるよ、これ。オーデンが引っ張られてるよ。ちょっと渋そうじゃないこれスーパードラゴンだいぶ頑張ってるよ。ルートライダーどんどん溶けてるよ。強い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 。スーパードラゴンが仕事してる。さあ、ここは真ん中入ったルートライダーも溶けて、これ相当溶けてるよ。さあ、ヒーリングトーム入れていって、ここは10日弊社のウィザードが偉いな。ウィザードがしっかりスーパードラゴンをターゲット取るタイミングでトームをかけて、スーパードラゴン処理されてしまう。とはいえだいぶ溶けたんで、クイーンに追随してロイヤルチャンピオンかけつつ、10日弊社からはスーパーホッグ出てきました。タウンホール残りましたね。いいよ。ワンチャン守れる？さあ、ここはタウンホール突破。この時点で残ってるのはキングクイーン、ロイヤルチャンピオンだけ。クイーンはクローク使ってヒーラー追加。とはいえ、ここはホーミングとかはいろいろヒットして、マルチアーチャーターンまで突破されちゃうか。その対地クロスフローズンアローが強いな。ヒーラー1体しかいないんですけど、フローズンアローで突破されてしまう。これ、いかれるか。割といい感じにね、ユニットも解けたし、スーパードラゴン採用が割と刺さったシーンではあったんですけどね、今回に関しては。結構ね、思い切った援軍なんで、刺さるときと刺さんないときでね、大きな差があるんですけど、今のはね、結構刺さってたシーンだったので、守ってくれたら熱かったんだけど、さあ、とりあえず、マルチ IT その辺のユニット全部焼いてほしい。いや、どうだ？これはね、結局クイーンと、いや、違う、ペッカが偉いわ。10日弊社から出てきたペッカがなんか2体もね、生まれることによって1体がここで解放されていると。壁割りキングと一緒に割ってくれて、そうなんだよね。フリーズ一発あるからここされちゃうんだよね。持ってかれたけど2分11秒は相当あれでしょ？あれさっきと同じ配置やん。さあ、ホッサンもここはね、カズマくんが攻めた配置と同じように、ウッドランチャー編成のバルキリールートライダーですかね。スニゴブの数とかも一緒なので同じ入りをしていくんじゃないかなと思うんですけども。時間的には20秒の差がついたので、割とリラックスしても良さそうになったですね。
さあまあ今回は真ん中からではなくサイドから流していくようなやり方、一気に展開をしていきます。ウッドランチャー型。今回は、レイジジェム型で代わりにヒールを持ってくるっていう感じですかね。インビジブルじゃないや。ヒーリングトームをね、使っていくことがこの辺で多いんですけど、まあこの辺を代わりにヒールでカバーしようというところですかね。まあ通常のレイジをかましつつ、ここもスーパードラゴン。さっきなんだっけ違うやつでできただけかな。まあ援軍で左右を測ってそうな感じはするんですけど、ちょっとクイーンがスーパードラゴン触れてないな。上からロイヤルチャンピオン展開。ちょっと真ん中がさっきよりも伸び悪いですね。まあスーパードラゴンの影響もあるかもしれないんですけど、4時側に流れたルートライダーの方も、ここテスラの位置変わってないかな。さあ、キングクイーンはね、さっきは下の方流れるっていう展開だったんですが、今回は上に流れてしまって壁を殴ってしまっていますが、壁を破ってきた、イエティとエレクトロタイタンのみでもはや完封ができそうですね。さあ、ロイヤルチャンピオンが能力を発動してヘイスト薬とホグ展開。これも早いなナイス全開。いやー、いいタイム。さあ、相手のラストアタック、力です。もう当たり前のように12対12ですね。61天才のラバル。コウモリも1枚入っているというところ。まあ、コウモリの使い道としてはそうなんだよな。ウィズ島がかからないところの対空砲のタゲ取りとかをしそうなんだけど。さあ、キング使おうとしたら結構ここはテスラが生えてバルーン追加。いい赤枠でしたね、今の。テスラとウィズ島触れに行きまして、ウッドランチ、なるほどね。懐かしい。なんかもはや懐かしいよね、このやり方。天才打って、その隣をキングウッドランチャー流してっていう。なんか、あんまり見ないよね、意外とこの辺の、最近。おー、ドラゴン来たわ。懐かしいな。ランチャーちょっと強いね。今までよりも長いから、今の大工破壊とかも伸びてくれてるし。奥のマルチ IT も当たるような角度からワンチャン投げたら相当壊れた説。さあ、タウンホールの方はドームで突破していっていいタイミングだね。レイジターも解除ができて、あとはコウモリ3時か。コウモリ3時バルーンって感じかな。6時すごいな、巨額。テスラからバルーン出しつつ、6時対空砲をね、コウモリでロックしてるので、そこに対してバルーンを突き刺していく。バルーンは結構落ちてくれてるよ。投石が頑張ってる。いいぞ、投石。いや、偉いな、投石が。さっきから相当バルーン落としてる。これバルーンは全滅しましたね。全滅したんですけど、ヒーラーがついたクイーンがなんか HP マックスで回ってきちゃった。防衛はできなそうですね。ロイヤルチャンピオン能力も残ってるしというところ。強よ。当たり前のように15点持ってかれますね。15点持ってかれはするんだけど、その分破壊率じゃないや、時間の方がね、圧倒的にこっちの方がいいですね。2分経ったね。さあ2分ちょっと、2分2秒。普通にやって普通のタイムでも勝てそうかな。30秒ぐらいあるんで。サラサタッククラウス。もし前回を取った上で、速度が速ければ、ナビが優勝というようなアタックになります。編成はルートライダー編成ということでね。悲しきかな。この編成がやはり強いということで。ルートライダーバルキリー。なんか、一時期めっちゃ流行って少しね、減ったなーって感じではあったんですけど、もはや頂上決戦になると逆にめっちゃ増えるっていうね。さあ、ここはちょっとおしゃれなカットとかも始まりましたね。バルキリーキングとか使いつつ、まあこういうタイプの配置にあんま使われることなくて、しっかり角度変えてルートライダーもちょこちょこ出していって、タウンホールに突撃艦を投げ込んでいく。まあボックス陣が分かりやすくね、ウッドランチャーで転がしていくことが多いんですけど、6時の方もね、小刻みに出してますね。おしゃれなサービス終了編成ですね。しっかり適材適所、1体ずつね、角度つけて打っていきつつ、反対サイド天才、このタイミングで追っていく。まあ早めに打っちゃうとイーグルのカウントとかもね、
あれなのと時間のあれも問題もあるので。さあ、援軍の方はネクロというところでね、初戦で結構ライドラとかも飛んできてたのを見て、ここは援軍をネクロ採用してるのかなと思います。ロイヤルチャンピオンの盾にね、ルートライダー使っていくのも強いんですよね。ルートライダーバルキリーを12時の方にも刺しつつ、ロイヤルチャンピオン入っていって、真ん中貫通ができそうな上にタイムも相当速いですね、これ。めっちゃいいペース。強っ。まあちょっと言いかけてたことなんですけど、こういうボックス陣はね、流れが分かりやすいし、まあボックス陣こそこういう編成が速くて強いっていう感じなんだけど、こういうダイヤモンドの配置ね、刺さる、てか使い方が結構難しかったりするんですけど、斜めなんだけど、まあ3時から9時の方にね、直進的にボックスと同じようにね、直線を作って、天才とロイヤルチャンピオンで保ちましたね。うまっ。はい、というわけでね、終わりまして、15対15なんですけども、タイムの方がね、1分28秒、平均1分28秒というところでね、素晴らしいタイムで勝利することができました。対してトライブの方もね、1分52秒ということでね、1分台なんですけど、両方1分台なんですけど、24秒差ですね。最後のクラウスのアタックが1分31秒みたいなんですけど、あれより平均が速いんだよね。今のアタックより平均が速いんですよ。やばいね。このトライブというね、超強豪クラン、相手にもこの速度でしっかり勝ち切ることができつつ、まあ逆に言うと、トライブがめちゃくちゃかわいそうなのが2戦合計10分の10全開で負けっていう。意味わかんねえ。10分の10前回で優勝できないの意味わかんなすぎるね。かわいそう。意味不明すぎる。なんやねんってなるわな、こんなん。クソゲーやんってなるよ、こんなん。もう、かわいそうすぎるだろ。10分の10だぞ。まあ今の環境にね、慣れてる人たちが、やっぱり、まあ、クラクラとかゲームは何でもそうなんですけど、バランスだったりゲームにね、適応したクランがやっぱ強いということでね、まあ、すごい、ナビの方もね、美徳的にはやっぱり技術を生かしたプランニングをしていきたいんだけど、今の環境で絶対に勝つためにはやっぱこういったね、泥臭くても速い戦術っていうのをしっかり習得しなきゃいけないというところでね、習得して結果を見せつけましたね。ナイス全開。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価にします。また次の動画で会いましょう。さよなら。